日本の大空に一筋の感動を描き続ける航空自衛隊第11飛行隊、通称ブルーインパルス。その一挙手一投足、そして彼らが胸に宿すパッチの一枚に至るまで、多くの航空ファンがその歴史を記録してきました。しかし、その完璧に統制された歴史の陰に、30年間、誰一人として答えがわからない大きな謎があることをご存知でしょうか。誰も正体を突き止めることができない幻の公式パッチ。SNS が発達し、あらゆる情報が瞬時に共有される現代において、なお、書籍、インターネット、コレクターのネットワーク、そのどこを探しても、SNS で情報提供を呼びかけても答えが出ない。たった1枚の写真の中にしか存在しない正体不明のパッチ。この日本列島全体が入ったバージョンの痕跡がどこにも存在しないのです。今回は航空祭に何十年も通っている方、あるいは元隊員の方や関係者の方、我こそはブルーインパルス博士であるという皆さんへの本気のお願いとしてこの動画を制作しました。30年来の未解決案件、皆さんの知見をお借りし解きたいと思います。時計の針を今から30年前、1996年に戻します。この年は、現在の T4 ブルーインパルスが本格的に始動した記念すべきデビューイヤーでした。謎の発端となったのは、当時の航空ファン1996年7月号。紙面には、鈴鹿サーキットで開催されたフォーミュラ日本での展示飛行を伝える鮮烈な記事が掲載されていました。注目すべきは、その記事の中に映る当時の安倍隊長の姿です。隊長の右腕に輝く T4 ブルーのデビューを記念したパッチ。一見すると、よく知られたドルフィンデビューのパッチに見えます。しかし、目を凝らしてよく見ると、そこには決定的な違和感が隠されていたのです。その違和感とは、T4 の機体のバックに描かれた日本列島全体のシルエットです。これが30年来の謎です。ブルーインパルスの公式パッチには、厳格なデザインの系譜が存在します。1996年のツアーにおいて、公式に確認されているパッチは、大きく分けて2種類です。一つは、この期間に共通で着用されたデビュー記念、通称、ドルフィンデビューパッチ。もう一つは、各航空祭の会場ごとに作られた、その基地だけ限定のツアーパッチです。ここで重要なのは、基地別パッチには、確かに地図がデザインされているものの、しかし、それは、あくまで、開催地の周辺を部分的に切り取ったものということです。そして、共通デザインのドルフィンデビューには、日本列島は描かれていません。つまり、ここで、大きな矛盾が生まれます。日本列島全体が描かれたものは、公式のラインナップには、存在しないはずなのです。では、なぜ、安倍隊長の右腕にあるパッチには、日本列島の全土が描かれているのか。当時、隊員用と一般販売用のレプリカは、一部仕様が区別されたケースがあったため、隊員限定の支給品なのではないかという仮説が立てられます。しかし、同年の写真をどれだけ精査しても、他の隊員の皆さんが着用しているパッチは通常のドルフィンデビューで、日本列島が存在しないのです。つまり、通常のドルフィンデビューではない。基地別パッチでもない。一般販売向けと区別された隊員用でもない。さらに不思議なのは、その痕跡の少なさです。一般販売されなかったパッチであっても、後年、書籍で紹介されたり、個人コレクションとして公開されたり、ネットオークションに出品されたりすることがあります。ところが、この日本列島入りパッチは違いました。書籍にも、インターネット上にも、オークション履歴にも、一切存在しないのです。確認できるのは、この小さな紙面写真だけ。ブルーインパルスの資料の世界では極めて珍しいケースの、まさに幻のパッチなのです。一体これは何なのか。書籍にも載らない、インターネット上の記録にも残っていない。30年間、この1枚の写真だけにとらわれた幻のパッチ。ここで、3つの仮説が浮かび上がります。第1に、チームを率いる第11飛行隊長のみに許された、特別な専用仕様だったのではないかという説。第2に、製造元である納入業者が、初期に、ごく少数のみ作成したプロトタイプが、偶然、隊長の元に渡ったのではないかという説。そして、第3に、写真の解像度や
当時の印刷技術、あるいは日光の反射によって、偶然日本列島のように見えているだけという目の錯覚説です。しかし、どれも決定的な証拠がありません。当時の関係者の記憶をたどる、あるいは出版元である文林堂様に残されているかもしれない元の写真を確認しない限り、これ以上の検証は不可能です。30年という歳月は、関係者の記憶や一次資料を風化させるには、十分すぎる時間でした。だからこそ、私は、皆様の記憶と知識に、最後の望みを託したいと思います。30年間、答えが出ないままの、この謎、もし、日本列島入りドルフィンデビューが実在したとすれば、当時のブルーインパルス関係者の方、当時のパッチ制作に携わった方、もしくは、これと同型のパッチを、実際に所有している、あるいは見たことがある、というコレクターの方。正体について、手がかりをご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、コメント欄にて知恵をお貸しください。どんな些細な情報でも大歓迎です。皆様のコメントが、この30年間の空白を埋める、最後のピースになるかもしれません。ブルーインパルスの美しさは、緻密なフライトだけでなく、こうした歴史の1ページ1ページが積み重なって作られています。貴重な情報、そして熱い考察を、コメント欄でお待ちしております。それでは、また、次回の動画でお会いしましょう。